昨日の記者会見で何が一番異常性を発してたか言ったらね、お悔やみって言葉を都合8回も言うてることですよ。これとコール&レスポンスが成立してんの。なんで元彦が読売新聞に、それ別の議員の話ですよねって言われて、しれっと、はい、そうですよ、ぐらいのこと開き直って、はい、そうです。問題ないですよ。別の議員の話でもって言うたか言ったら、犬笛やからです。で、なんでこんなことしてるか言ったら、多分、自民党ムカついてんねやろな。自民党の中に元彦でええやんって思ってる議員、県会議員おると思うの。次、元彦、自民党の議員に全部資格立ててくると思う。で、そこで何するかということを考えへんかったら、ほんまに自民党、議席半分以下になると思うで。斉藤元彦の定例記者会見がひどかったということを言う自分が愚かに思えてくるよね。そう、なんかそう、まさにそう。朝やから日が昇ったね、みたいなことを言うてるような気がしてくるね。雨降ったから地面濡れたよね、みたいなことを言うてるのとあんまり変わらん気がしてくるよね。いや、だからなんか、まあ昨日もひどかったんやけど、一番面白かったのはね、さっき俺、その文字起こしでカウントしてたんですが、お悔やみっていう言葉を昨日、都合8回出てきてるんです。西播磨県民局長が亡くなったことに対するお悔やみという言葉が8回出てきてるんだよね。てかね、全体的なね、ダメさとしてね、日本の言論界のダメさとしてね、ああいう異常者を見たときに、精神構造とか、心理的な動きとかで語ろうとするんですよ。みんな。いや、で、例えばね、昨日の、あれやったら、例えば、カンテレの鈴木さんの質問でさ、YouTube の話になって、夫婦の話になった時、笑ってたやん。で、その笑ってるのを見て、その笑った理由は何なのかとか、精神構造を分析したがるんですよね。で、あれも見ただけで気持ち悪いんですよ。異常者の笑みですし、気持ち悪い。でもね、俺ね、そんなどうでもええと思うんです。どうでもええよりも、多分みんな気づいてへんと思うけど、昨日の記者会見で何が一番異常性を発してたか言ったらね、お悔やみって言葉を都合8回も言うてることですよ。で、昨日、県民局長に関する質問って、そないなかったのよ。県政への貢献へのお礼とお悔やみっていうあのフレーズに自分で持っていってんねん。あれなんでかわかる？ 7 月7日がご命日やったからちゃいますよ。喪服スタンディングを意識してるからでもないですよ。すっげえわかりやすいです。前の日、カンテレで流れた例のこの特集、カンテレのこの特集動画の中で、最後県の職員さん出てくるんだよ。パレードに参加したのは兵庫県の斉藤元彦知事。来年行われるワールドマスターズゲームズを PR します。お悔やみっていう言葉は繰り返しもいまだにこれ県の職員が出てきてお悔やみという言葉を繰り返し心にもなく口にするが謝罪は一切しないって同僚に言われてんのね。でここで明確にこのカンテレの質問に県の職員がお前お悔やみって言うてるけども全然謝罪なんかないしダメやんって言われてるパワでこの後この人パワハラやったとかってちゃんと言うわけで、このインタビューに対するコール&レスポンスですよ。コール&レスポンスね、これ別にね県境深い画面飲水で考えてるんではなくてね、昨日記者会見は質問に対する答えが成立したかどうかは別としてこういう広い文脈広いコノテーションで考えると、コノテーションというか、広い文脈で考えると、超コール&レスポンスが成立してるんですよ、実を言うと。で、昨日、その前の日のカンテレのね、これ、バッチリしてるでしょ？お悔やみという言葉を繰り返し、心にもなく口にするが謝罪は一切しないって言われたから、お悔やみという言葉を繰り返して、心にもなく口にして謝罪をしないということをやってみせたんですよ。わざとなんですよ。だから昨日県民局長の質問があんまりないにもかかわらず、お悔やみ言うたんですよ。そういうもんなんです、ハラッサーって。パワハラですよ。なんでパワハラか言うたら、ちゃんとパワハラやって指摘されてるぐらいです、ここで。なぜ必要かっていうのは、その公益通報者保護法違反をして、
公開パワハラまでして、はいっていうところはもう明らかなわけですから。はい。なので公開パワハラしますっていう。パワハラって言うからパワハラしてあげますよってパワハラしてるんですよ、あれ。で、これは別にそこで俺は知事だぞって言いたいっていうのが、動機にあったとかね、そんなこと分析する必要ないんですよ。行為としてパワハラですから。でさ、皆さんね、そこでね、俺が知事って言いたいからとか、生きりたいとかっていう、とかって、そこで答えを見つけようとするでしょ。答えを見つけたらダメなんですよ。それ電車の中で痴漢見た時にね、あの人の右手が女性のお尻を触っているのは、性欲が溜まっているせいだな。いや、違う。右手が寂しいからだ。右手が寂しいのは、子供の時に母親からの愛情を注がれなかったためだ、みたいな分析してるのと一緒で、意味ないんですよ。それ当たってようが、外れてようが。意味ないの。これパワハラなんですよ。これ、ないと思うよ。てか、多分これ田舎の人とかやったら知事を擁護するのにね、そんな知事がテレビ番組一個一個見てるわけにないって、多分言うと思うね。ありえないから。秘書が16人もおんねんで。で、見てるところがちゃんと報告書上げてますから。で、エゴさしまくってるのも立証済みやから。なんせ南波さんと中道さん、ツイッターで検索して、このツイートを3つずつぐらい上げて刑事告訴してんねんから、ツイッター分析してる奴らがテレビ番組分析してないはずなんや。で、それ見てるに違いないじゃなくて、見てるってことはこの間、南波さんと中道さんの刑事告訴で立証されてしもたんやから。だから前の日にこれを確実に見とんよ。で、かつね、それ普通の都道府県で考えて、斉藤元彦うんぬんかんぬんって斉藤元彦って主語を外して考えてみて。どこの都道府県でもええわい。地元のテレビ局が、知事の特集したやつが、こんな報道がありましたって報告が上がらへん役所って、それ役所として終わってるでしょ。どんな内容であれ。終わってるでしょ、それ。それ、役所として当然の業務ですよ。だって会社がってそうでしょ。だって会社の広報とか、会社の秘書課とかって、まあ大きな会社に勤めたことある人だったらわかると思うけど、ずーっと自分の会社が日経新聞にどう書かれてるかってことを追っかけてるよ。そうでしょ。皆さんがお勤めの会社もそうやと思います。業務の一環として自分の会社がどう報道されてるかということは、まあ基本広報の仕事としてずっとやってます。で、それは組織ってどの組織でもそうですよ。それが褒められようが、けなされようが、ちょっと大きな企業やったら、自分とこの会社がどう書かれたかってことを全部、綺麗なレポート上がってきますよ。そこの会社の社長本人が全部追っかけてなかったとしたとしても、社長なり取締役会にはそのレポートが確実に上がっていきます。で、それを行政もやりますよ。当たり前ですよ。それは元彦やからやってるというとか、やってるとかやってないとかいう話に、田舎の人は知らんかもわからんけども、普通の会社、普通の組織というのは、自分の会社が自分の組織がメディアにどう報じられてるかというのは、それはプロであれ、コンであれ、話であれ、悪い話であれ、全部保存して、全部まとめて、毎日報告しますよ。それは当たり前のことよ、そんなもん。いろはのいいです、社会人。現にこれ細かい話で別に広報校長課の人が悪いことしてるわけでもなんでもないんですけど、記者会見場行くでしょ。一番最初広報校長課の人ちょっと早めに行ったらね、何してはるかやったら机拭いてはるんですよ。記者が座る机を。で、拭いて何してるか言うて、なんで拭いてるんですかって聞いたら、朝一番最初の仕事がここでみんな集まって新聞開いて、兵庫県政及び兵庫県に関する記事を全部スクラップするために、ここで作業してて、机が新聞のインクで汚れてるから拭くんです。現にやってんねん、兵庫県。で、新聞でやってるってことはテレビも絶対やってんねん。で、前の日にこれあって、で、次の日記者会見で、セリフがあったから、それへの意趣返しとして、お悔やみって連発したんや、昨日。別に、言わんでもええところで。当たり前の話よ、そんな。だからテレビでどんなこと言われたかなんか、良きにつけ、悪しきにつけ、全部、知事というか秘書課には言ってますよ。だから明確でしょ。だから昨日のお悔やみの連呼っていうのはさっきのこの人のこのセリフ見たら、見事にコール&レスポンスが成立してるんですよ。これとコール&レスポンスが成立してんの。で、多分これ裏で一生懸命この職員誰かって調べてると思うで。
まあカンテレはその身元をうまいこと隠してくれてるから大丈夫だと思いますけど、一生懸命探してると思うね。だからコール&レスポンスが成立してんですよ。記者とその目の前にいる読売新聞とかアークの尾形さんとか、赤澤さんとかとのこのやり取りは成立してないけども、広い文脈で捉えるとコール&レスポンスが成立してんの。ね、だからそこで心理分析とかいらんのよ。これ明確なパワハラでしょ。さっき痴漢の事例出したけど、なぜあの男性は女性のお尻を触っているんだろうとかね。そんなこと考えんでええんですよ。もうそれお尻触ってる段階でアウトなわけですから。で、これもパワハラですからね、明確な。こうやってこう広い文脈で見てみると、パワハラなんですから、それパワハラやんって話なんですよ。昨日の記者会見がひどかったのは、ものすごい人間として卑怯なパワハラがいっぱいあったんです。その象徴が読売新聞の質問です。いろんな人が解説してると思うけど、多分このポイント気づいてた。読売新聞の質問も、これと同じように、会見場の外とのコール&レスポンスになってんの。読売新聞の記者の質問と、知事の回答は全くずれてるの。どれぐらいずれてるか言うたら、知事昨日の晩ご飯、とんかつでしたよねって聞かれて、そうですね、大谷翔平が300号のホームラン打ちましたねって答えてるぐらいずれてんねん。で、それでは元彦おかしいとかなんかから逃げてると違うねん。ほんまに成立してんねん。読売新聞のやりとり、こんなんです。こっから。こっから。政務活動費についてちょっとお伺いします。今県議会の維新の会系の県議団で、ちょっと生活費の取り扱いがちょっと問題になってます。で、県議団としてはその議員が手引きに従って充当していないから一部の生活費を返還してくださいというようなことをおっしゃっていて、で一方で議員の側は手引きに従って処理をしている、で適正に処理しているので返還の必要はないということで、その平行線の議論になっています。今でもなく生活費って県の予算になりますので、ちょっとこの問題に受ける知事の受け止めをお願いいたします。はい。ここの質問見てたらわかるけど、これ明確に維新の角、維新って言うてるやん。読売の森さんは、維新って言うてん。角議員の名前は出してないけど、維新の会派の中でって。で、なんで維新の名前だけでやってるかって言うたら、維新の中で実際揉めてんのよ。で、昨日報道されましたけど、維新の会は、角県会議員を訴えるそうです。会派として訴えんねんて。見解が違うから言うて。政務活動費を返してくれへんから言うて、訴えんねんて。で、そういう動きがあるから、森さんはここで維新という名前を出したわけですよ。角議員の政務活動費の問題って言わなかったのはなぜかというと、角議員を守るためではなくて、質問聞けばわかるけども、森さんは維新が内輪もめしてるということを聞いてるの。質問を文字起こしから読み上げると、項目外から県議会の政務活動費についてお伺いします。今、県議会の維新の会派の県議団で、政務活動費の取り扱いが問題になっています。県議団としては、維新の県議団としては、議員が政務活動費の手引きに従って会計していないから、一部の政務活動費を返還してくださいというようなことをおっしゃっていて、議員の側は、手引きに従って処理しているから、返還の必要はないということで、平行線の議論になっていると。で、この問題における知事の受け止めを教えてくださいというのが質問です。これ当然の質問ですよね。これ大きな話ですよ。県議団の維新が内紛していると。これ質問として、斉藤元彦のことを悪くも言うてないよね。で、これ県政に関する重大事項ですよね。普通の質問。斉藤元彦のことも褒めてないことは実際そうだけど、悪くも言ってない。てか、斉藤元彦に関係のない話です。むしろ。で、これ何やったら、あ、そうなんですか、知りませんでしたでも成立するぐらい、斉藤さんに関係のない話でもあります。でも、こっからね、元彦がペラペラ喋んのよ。続きを見てみましょう。そうですね、その件については、現在、会派内において、
対応を進められておりまして、最終的にどのような対応をするのかということは、維新の会としてね、ご判断、そして指摘されている議員の方が、どのような判断をしていくかということだと思いますので、まずはその推移をですね、対応を検討していただくという形になると思います。いずれにしても政務活動費というのは、兵庫県においてもさまざまな経緯があって、今、県議会においては議員が、使うことができるという形になっていますけれども、やはりおっしゃっていただいた通り、税金ですから、やっぱり県民の皆さんにとって、その使い道や使い方がですね、やはり納得いただけるような、そういった合理性や透明性というものが大事だと思いますので、それをしっかりやっていくということが大事だと思います。車のレンタル料とかに、使ったということの適正さとか、あとは宿泊代に、使うことの、不適切さとか、これまでいくつか続いておりますので、やっぱり私個人的な見解ですけど、車のレンタル代に、半分ぐらい自分で使っている可能性もあるとしたらですね、それを、そもそも税金で車のレンタル代を政務活動費で充当すること自体がですね、果たして県民の皆さんの理解が得られるのかというところはですね、前から疑問に持っているということがあります。やっぱり車は自分でやっぱり使うということがであれば、やはり自分のお金で、それは政治活動に使うんであっても、それは別途それぞれが持っている政治家としての後援会のとか政治団体の使うということが大事だと。そもそも車のレンタル代とかリース代とかそういったものとか含めてですね、やはり政務活動費というものの在り方はですね、やっぱり税金でもありますので、予算を司らしている立場としては、やはりその在り方をですね、やっぱりしっかりと見直していくべきだと思います。今のお話は多分その別の議員の方のお話だと思います。今回その事務所費っていうのが問題になっておりますけれども、見解割れわかった今。読売から、それ違う議員の話ですって言われてしもてんねんけど、これ、何の話したかわかった車のレンタル費って。これ伊藤さんの話してる。こないだ県議会でヘイトスピーチやめろって徹底して批判された自民党の伊藤卓県議のことを急にとうとうと喋ってんねん。門議員が政務活動費で問題になってるのは事務所費の使い方です。車のくの字も出てけえへん。維新の連中ですから、みんな能力が低くて反社会的ですよ。維新から選挙出てるやつってのはもう例外なく能力が低くて反社会的なやつしか出ないんだけど、維新の会が出るやつはね。で、そこで門さんが問題になってんのは、維新の会の門さんが問題になってんのは、二つですよ。一つは政務活動費で事務所費やのって生活費に回してたっていうのと、それと、潜りのレンタカー屋やってたってことですよ。で、それが大問題になって今維新が内紛してるの。で、それを読売に聞かれてんの。それへの回答として、伊藤さんのリース代の付け替えの問題を話してんの。これ、ここで山返してるつもりなの。ラッキーって。政治と金の問題の質問が出てきた。ここで、角のことを聞かれてんの分かってるけど、この間の6月議会の終わりの最終日に、ものすごい批判してきよった伊藤卓と自民党会派に維新の話から話ずらしたろうってわざとやってんねん。わざとやってんねん、これ。で、これ普通さ、ここ、わざとやってんの、ここ見てたらわかるで。ペラペラ喋りよんの。それぞれが持っている政治家としての後援会のとか政治団体の経費で使うということが大事だと思いますし、そもそもその車のレンタル代とかリース代とかそういったものとか含めてですね、やはり政務活動費というものの在り方はですね、やっぱり税金でもありますので、司らしている立場としては、やはりその在り方をですね、やっぱりしっかりと見直していくべきだというふうに思います。今のお話は多分その別の議員の方のお話はほら別の議員の話って言われてびっくりもしてへんねん。それ別の議員の話ですよねって読売から指摘されてびっくりもしてへんねんって。そうやな言うて別の議員の話やなって納得してんねん。
はい、そうですよ。別の議員の話ですよ、言うてんねん。うん、そうやで、別の議員の話やで、言うてんねん。あ、下田、違う話してたって反応ちゃうやん、今の。はい、そうです。別の人の話してました。別の議員の話してたん知ってまーす。はい。だって別の議員の話してるんだもん。わざと違う話に持っていって、伊藤卓県会議員をディスってんの。だからコール&レスポンスが目の前と成立してないみたいで、記者会見場の外、さっきのお悔やみっていう言葉がなぜ出てきたかって前の日にカンテレであの動画が流れたから、それへの意種返しとしてお悔やみって言葉をもう必要に何度も使ったのと同じで、確かに今読売の記者とのやり取りは成立してへんけども、記者会見場の外、県議会とはコール&レスポンスが成立してんねん。ほんで、いや、それ別の議員の話やんってこと、それは何が問題なんぐらいの顔になってるわけ。はい、そうですよ。で、警察に取材して、ちょっといろいろ教えてもうたけど、まだ分からへんけど、伊藤県議がやった伊藤さんね、詐欺の被害者みたいなとこあんのよ。リースの付け替えの時に。で、それをわーって書かれてんねん。いや、まだ分からへんよ。ひょっとして、それは俺の取材は警察へから聞いた話なんで、警察の言うてることなんて信用できひんからね。警察から俺が当てて聞いた話です。で、まあ、総合すると簡単に言うと、7年リースのやつを途中で借り換えるときに、伊藤さんからお金をむしり取ろうとした悪い奴がいたみたいな話ですよ、あれは。で、まあ、それはええんですけど、それが報道されて、別に伊藤さんは確かにその政務活動費の付け替え的には資産形成になりかねないところがあったから問題があるという報道をされた瞬間に、詐欺罪で告訴してんの。兵庫県外の、どことは言いませんけど、兵庫県外の斉藤元彦支持者です。これ、なんで元彦が読売新聞に、それ別の議員の話ですよねって言われて、しれっと、はい、そうですよ、ぐらいのこと開き直って、はい、そうです。問題ないですよ。別の議員の話でもって言うたから言ったら、犬笛やからですよ。もっと伊藤卓のこと批判せえって言うてんねん。会見場の外へ向かって。犬笛やんです、あれ。あれ、犬笛なんですよ。俺、伊藤卓のことをもっと追い込まんかえって言うと。だってさ、元彦のさ、口癖。個別の案件には言及しない。個人的なことは喋らない。やのに、今個別の案件に対して個人的な見解をボロ喋ってたよね。めっちゃ個別やん。で、聞かれてもない個別の話をわざと持ってきて、その個別に対するわざわざ個人的な見解ですけどって枕言葉つけて、個別の見解をペラ喋ってたよね。もう最悪なんですよ。で、なんでこんなことしてるか言ったら多分自民党ムカついてんねやろな。この間の県議会でさ、自民党が最初さ、給与削減法案に賛成する言ってたけど、元彦の態度が悪いからっつってひっくり返したんや、自民党が。自民党がひっくり返したからあの条例通らへんかったわけですよ。今自民党ムカつくになってんねん。維新どうでもええねん。自民党ムカつくねん。もう完全に自民党敵認定してんねん。自民党の中に、もう知らんけど自民党の中に元彦でええやんって、元彦でええやんって思ってる議員、県会議員おると思うの。もうこれ選挙の結果出たし、もうええやんけって言うてる人いると思うけど、この間の6月議会の評決がああなった結果、次、元彦、自民党の議員に全部資格立ててくると思うね。今見たでしょ？元彦が読売から、私は維新の質問してるんですけど、なんで自民党で回答してるんですかってして、それが何かぐらいの顔してたんや。で、それなんでか言ったらもう元彦の中で自民党は敵なんですよ。伊藤卓が敵なんじゃないの。自民党が敵なの。そんなん擁立できる能力ないでしょみたいな。お前見てみよ。岡山の二見にしろ、お前、群馬の中島にしろ、全国各地から呼んできてええねんけ。なんぼおんねん、全国に。だから、元彦の支持者やから、能力の低い社会の敗残者しかおらへんねんけど、そんなん全部立ててくるで。
今なんぼ元彦に媚び売ってる自民党の議員でも。今、どんだけ元彦に執行部に媚び売ってて、うまいことやったらええねん、もう選挙通ってんねんから文句言うたがってしゃあないって、ある種の大人の知恵を見せてる自民党の先生方も、全部やられるで、これ。吐いてするおるやんけ。野瀬もおるし、ひろみもおるし、つえばーもおるし、二見もおるし、神戸の夜景もおるし、なんぼでもおるやん。吉田もおるし、プチ虚栄中もおるし、なんぼでもおるやん。それ、躍動の会で出たらええだけの話やん。ほんなら牽制応答できんねん。うまいこと言ったら。だから小池百合子が都知事選挙の都議会議員選挙やったことよ。都民ファースト作ったのと同じやり方したらええだけのことよ。ほんなら自民から、維新からもなびくやつも出てくるやろ。だから小池百合子が都議会議員選挙でやったことをやったとしたらええのね。誰が打撃受けんの？自民党が打撃受けんねん。で、今のこの質問で、維新で角がつまはじきに合うてるって話から、これ今その伊藤さんへの質問、伊藤さんへの嫌味やったってことを解説したらわかると思うけど、で、伊藤さんへの攻撃犬笛だったということと同時に維新に対しては、僕はその件に関しては局外中立やからっていう詩を送ってんねんて。ほんだら、維新から半分ぐらいその躍動とかで出たらやで。中島美由子とか、プチ虚栄中とか、戸塚とか、洗脳豆坊主とか、ありとあらゆる地味猛量と維新の半分出たら牽制応答できるやんけ。まるっきり小池百合子が都議会議員選挙でやったことですよ。そんなに候補者おらへんやんけ言うてたけども、小池百合子がやったこと思い出してみよ。2016年に。あれからちょうど10年ですよ。福丸の嫁、みかん、ひろみ、のせ。ほんで維新の半分。で、立花福永。頭悪男裁判弱男。福井歓喜。それから姫路の高見千咲。なんぼでもおんねんて、そんなもん言うたら。で、それを全部自民党の中のわからん奥谷さんとか伊藤さんとか明確に、まあ自民党の中でも半分ぐらいはそうやけど、明確に反斎藤の人のところに立てるだけやなしに、全部に立てたらええやん。票削れるやん、自民党の。で、こっから先が兵庫が田舎である地獄なんやけど、自民党に対する資格を立ててるにもかかわらず、資格を立ててんのが知事やから、強いもんは正しいと思ってるから、自民党のこと左翼って言い出すからね。まあ見ててみ。俺の言うた通りになるから。元彦支持者とか元彦のことをええと思ってる人間が、自民党は左翼って言い出すから。それ田舎の人そう言うんですよ。なんでか言ったら、強いもんに歯向かうやつはみんな左翼なんです。強い人の間違いを指摘するやつは全部左翼。で、現に大阪はそうなってるしね。維新の支持者の連中、自民党のこと左翼言うてるよ。で、現に兵庫はかつてそうやってんから。産経新聞が一番斎藤元彦のことを批判してたんですよ。産経新聞は左翼に毒されてる言うとったからね。だって、すごいのよ。斎藤元彦支持者って。この光景と昨日のホテルからの配信違うやん。ホテルから昨日配信してたやん。あれ見て、あれの写真出して、菅野とうとう拘置所入った言うて。いやもう、すごいでしょ？これで喜んでんねん。いつもの配信は本があるけど今日はない。とうとう拘置所に入ってるが強がってる。どんな拘置所やねん。ルームサービスでオムレツの来る拘置所。入りたいわ。これ、自民党の人、のうのうとしてると偉いことになりますよ、これ。ほんまに資格立てられるよ。で、モデルは10年前の都民ファーストですよ。あの時に、小池百合子がやったことと全く同じことやってくると思うよ。で、まあ、小池百合子と違うのは、まあ、前に出てるのは若さとか、上杉隆とか、あれやけど、そうやなし、裏に野田和さんがおったでしょ？野田和さんみたいなやつがおらへんから、元彦には、まあそこは弱点だけど、まあ、ひょっとしておんのかもわからんけど、野田和さんっぽいやつはいないので、まあその野田和さんが持ってた、
勝負師としての勘みたいなところがね、ないと思うので、野田和沙どうなったか知ってる今。東京都水道局の一番の偉さになってんねんね、あの後、結果。めっちゃ儲けとんねん。あの選挙やって、都民ファーストを作った結果。だ野田和沙みたいなやつがいないからね。まあ、それはそうなんですよ。人間として四流ですから、斉藤元彦。野田和沙みたいな、勝負の世界で生きてる人間は近づいてこないでしょうよ。どうしたら自民党は勝てますか？選挙に勝つ時の常套手段ですね。中指立てることです。そもそもね、兵庫県の自民党ね、なんか勘違いしてんねんって。確かに県政与党ですよ。県政与党です。で、もし兵庫県議会が、県政与党やって、県政、兵庫県議会で第一会派ですよ。最大会派ですよ、自由民主党は。でも、二元代表制で、2024年知事選挙のことを考えると、議席が一番多いのは間違いないけども、県政与党では必ずしもないわけですよ。むしろ県政野党なんです。執行部から見たら。なんか勘違いしてんねんって。自分ら国会やったら、自分とこの会派から内閣総理大臣が出てくる会派ですよ。実際47都道府県のうち40都道府県ぐらいで自民党が県政与党ですなわちどういうことか言ったら、知事も自民党が作ってるっていう政党、県議会ばっかりですよ。そやけど、兵庫の自民党は与党じゃないからね。振る舞いは野党でなかったら生き残られへんのよ。自民党の中でお手本見つけようと思ったら、高市政権がお手本でも、麻生政権がお手本でも、岸田政権がお手本でも何でもないからね。菅直人政権、野田義彦政権の時の安倍晋三代表の自民党がお手本やからね。あの時、安倍晋三何したよ。嘘ばっかりのブログ書いて、菅直人の悪口書きまくって、あれやね、みんな野党仕草言うたけど、国会でプラカード持ち始めた野党時代の自民党やからね。で、悪夢の民主党って言うてて、民主党がやってたら日本が滅びる言うて、こんな T シャツ作って売っとったんやで。丸川珠代の。いや、こんなことまでしてて、これ売ってたんやで、自民党、野党時代。これ。懐かしいかもわかりませんが、これ。国会で国会議員がプラカードを持った初めての事例、これです。自民党の皆さん。これ野党時代の自民党です。これ共産党ちゃうで。民主党ちゃうで。これ野党時代の自民党やで。新次郎座ってるやん、真ん中に。なんか知らんけど、にわかの人ら、野党、プラカードあげんのは、令和とか共産党とかやと思ってるかもわからない。じゃあ自民党の真似してるだけやからね。自民党がやり始めたんやから、これ。ほら。新次郎おるやん。小渕優子もおるやん。自民党やねんって。で、これ一番最初やったの自民党やねん。これ、プラカード持ち始めた。国会で。野党時代の。これ間違いなく自民党や。で、だから、それは俺は自民党がええとか悪いとか言うてんちゃうの。兵庫の自民党の、兵庫県議会の自民党会派の皆さんは、昨日の記者会見で明確になったんやけど、これ無理ないはずやで。読売の質問もっぺん聞かへんけど、時間がないからもっぺん聞かへんけど、読売の質問のね、あの構造は、門議員のこと聞いてないのよ。維新のこと聞いてんの。なんで門議員のことを聞いてへんかって言うたら、維新の中で揉めてる境ですよ。それから読売は聞いたわけ。維新の会派が、門さんと、門さん以外の人らで揉めてはりますと。それについての受け止めを教えてくださいという質問やったんです。それに対して自民党の話を急にやり始めたわけ。で、元彦は。で、それ別の話ですよねって読売から指摘されても、はい、そうですけど何かって答えてんのよ。ってことは何か言ったら、伊藤卓だけ枝間に上がったんちゃうねん。自民党がまるっと敵認定されてんねん。で、なんで自民党がまるっと敵認定されてるか言ったら、6月議会で態度変えたからですよ。態度変えたのは正解ですよ。で、議決を通して、まるっと言ってしまった段階で、もう自民党は、県政野党になってんねん。で、現に野党仕草やん。だって、県の執行部が出してきた条例に反対に回ってんねんから、それ野党やん。兵庫県の自民党が、
県が出してきた条例の賛否って、国会における共産党の賛否の比率とほぼ一緒です。ほぼ一緒。知事が県政自民党、兵庫県政自民党を見てる名は、高市早苗が共産党を見てる名と全く同じです。だから多分ね、自民党の人やったら自民党の側から見たら何やったら、自分らが高市早苗で、斉藤元彦が共産党やと思って見てんねんって。ちゃうで。斉藤元彦ら見たら自分が高市早苗で自民党が共産党に見えてんねんで。で、せやから、やらなあかんのは自分らが高市早苗的な、あるいは岸田文雄的な振る舞いで、県政に対峙的にはできひんからね。お手本は、安倍晋三が野党時代、野田義彦と菅直人にむちゃくちゃ文句言うてた、この時代の自民党ですからね。これせなあかんのよ、自民党の皆さん。いらんかもわからんけど、これせなあかんのよ。で、これ、戦って戦わへんかったら、ほんまに、モデレートなぬるいこと言ってたら絶対殺されるよ。自分らは今兵庫県政において、共産党の立場と同じだという認識を持たないと、殺されるからね。だってあいつ記者会見を犬笛の場所で、犬笛として使うやつですよ。躊躇なんかないから、良心なんかないから、常識なんかないから。でね、そう、この時の自民党が偉かったのは、何十年ぶりに野党になったから、野党としてどう振る舞うべきかということを知らなかったんで、同じ野党だった共産党に、野党ってどうやって戦うんですかって習いに行ってんねん。ええ話でしょ、これ。これマジよ。いや、だから自民党はすごいんですけどね。で、共産党も優しいからちゃんと教えてんねん。ここで審議拒否しましょうとか言って。で、野党時代の共産党、自民党が野党時代、共産党も野党やった。民主党政権の時ね、共産党も野党やった。共産党は民主党政権をものすごい批判してたんやけど、共産党と自民党が野党として連合を組んで、菅直人とか野田義彦の出す法案を次々潰していくわけ。で、あの当時の国会、今から2012年は今から14年前。14年前の国会の様子って、共産党の審議拒否よりも自民党の審議拒否の方が数多いんよ。で、それは国田さんが親切に、梶山さんとか自民党の国対族に、審議拒否って手があんねんと教えて、あ、そうか、ここで審議拒否するんだって、審議拒否ってやり方を覚えたら、もうほとんど審議拒否。自民党。自民党は野党でいてくれたおかげでね、野田義彦みたいなアホが内閣総理大臣やってても国会はなんとか回っとったんですよ。あれもしお前自民党が今の中道改革連合で、いやまあ総理の言うことも一部あるし、みたいなこと言ったらもう国会ボロボロになってたよ。やっぱりね、自民党は野党が似合う。自民党は野党の方が日本ようなるんですよ。何しか県政自民党の人らの大きな勘違いです。あなた方は与党じゃないんです。で、昨日の記者会見で明らかになったように、もう完全に自民党一つとしてまるっと自民党全部を敵って言い出してる。知らんで、このまま、まあええんちゃう上品にやってたらいうやつから順番に死んでいくからね。俺上品やから斉藤さんのことを支持し続ける言うてるやつから順番に死んでいきますから。ほんまに。シャレならんよ、これ。大変やで、これ。ほんまに4月の県議会議員選挙、今からまだ半年あんねん。半年以上あんねん。全然用意できるからね。で、昨日の元彦のね、だから元彦案外邪悪っていうかめちゃめちゃ邪悪で、昨日それで維新の内紛について、読売から聞かれてんのにもかかわらず自民党の話にすらして答えたことによって、維新には恩売ってるし、増山にも恩売ってんね。躍動の会3人にも恩売ってるし、維新にも恩売ってんねん、あれね。あれ、多数派工作してんのよ、あれで。元彦。ほいでさ、もう昨日もツイッターに書いたんやけどね、東京の人だったらわかると思うけど、まあ大阪でもそうですけど、立花隆演説しても人なんかけえへんのよ。よその都道府県でやったら。だってオワコンやもん。おもろないもん。普通の人やったら、人間を頑張ってるとかいう言葉で評価しないわけですよ。で、田舎行ったらさ、頑張ってるっていう言葉で政治家を評価するおじいちゃんおばあちゃん、ぎょうさんおるでしょ。そんなもん普通の資本主義の社会で頑張ってるやつを評価するなんて評価軸ないですよ。で、現にこの間も言うたけど、大阪の梅田の
ヨドバシカメラの前で立花隆が演説したかって、誰もけえへんねんって。だってもう終わってんねんもん、おもろないねんもん、しょうもないねんもん。せやけど、兵庫やったら流行んねん。で、兵庫行ったら、頑張ってはるって。元彦がお辞儀してる姿だけ見て、頑張ってはるいう田舎の人、行さんおんねん、兵庫には。じゃ神戸市内にもおんねん。で、自民党の人らは賢いからね、まさかお前、そんなもんお前、兵庫県民がお前、浜田とかお前、戸塚とかをまともな人間扱いするわけないの見てるだけで違いってわかるやんけ、って普通の人間やったら。それは正論やねんけど、客は、テナモン屋さんのがさ終わって15年経って、俺がこんなに強いのも当たり前だのクラッカーで笑うような奴らばっかりなんですよ。で、現にそれ2年前に立証済みやん。大阪でさえオワコンになってた立花隆を喜んでんねんから、神崎川越えたら。兵庫の田舎のなんかものすごい山の中のイノシシの数の方が人間の数より多いみたいなのを持っていかんでも、神戸の街中でも、浜田が立って頭下げたら、あの人頑張ってはるとかいうやつ出てくんねんね。頑張ってたらええとかって思うようなやつがおんねんって、未だに。だからそういうところで選挙をせなあかんときに、自民党の資格として、斉藤元彦のことをええと思うような社会の敗残者を持ってきても通用してしまうんですよ。わかるかな？わかんねえだろうな。で、そこで何するかということを考えへんかったら、ほんまに自民党、議席半分以下になると思うで。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。